諸国百物語第28話。魔王女に化けて出家の往生を妨げんとせしこと。摂州大阪北部の勝尾寺のほとりに尊い僧がいた。色欲の道は鳥や獣でも捨てがたい道で、この僧は女を隠し置いて長年連れ添っていたが、ある時僧はつくづく考えて、一度仏の道に入りながら欲に溺れるということは、後の世でどんな恐ろしい運命が待っているのであろうかと悟り、近くの知識ある僧のところへ行って今までの行いを懺悔し、再び汚れなき清らかな志で仏の道を誓い直したが、例の女は名残を惜しんでたびたび僧のもとへ通い、離れることができなかった。僧はこれを煩わしく思い、気を病んで寝込んでしまった。そして近所の人に、例の女が訪ねてきたら本当のことは隠して帰るように言ってくださいと頼んだ。そうしていつものように女が僧を訪ねてきたので、近所の人は、その僧は昨日の暮れ頃修行のためと言ってどこかに旅立たれましたよと答えた。女は肩を落として帰っていった。その後、僧の病はどんどんと悪くなり、ついには虚しくなくなってしまった。近所の人々は日頃馴染みの女だったので、例の女を呼び寄せて事情を聞かせると、女は少しも嘆く様子を見せずに語り出した。あの僧は500の生涯よりも以前から我々の仇であった。出家して成仏しようとするところを様々に変化して妨げてきたが、死に目にさえ会えれば素直に往生を遂げさせはしなかったものを、と言って怒りをあらわにし、背丈2丈余り約6メートルほどの鬼神となり、目は日月のごとく光らせて、口から火炎を吹き出して大声を上げて天に昇っていった。そしてしばらくの間雲まで輝いていったが、それもその後に消え失せたということである。まことに第六天魔王が衆生を妨げ、下道に引きずり込もうとするという仏の教えもこのようなものであったのであろう。ここで言う仏の教えとは、お釈迦様が悟りを開く前後に魔王と対峙した豪魔浄土の逸話である。菩提樹の下で瞑想を深めていたお釈迦様は、悟りを妨げようと現れた魔王マーラの様々な攻撃や、その娘たちからの誘惑を退け、ついに悟りを開いたといったものである。第六天魔王は、この魔王マーラと同一視される天魔である。例の僧は500世代も前からこの
自在に変化する第六天魔王から様々な妨げを受けてきたのである。しかし、女を欺いて遠ざけることは、安珍清姫伝説のように、さらなる悲劇にもつながりかねない。何が天魔の誘惑で、誰が薄情な嘘つきであるのか。曇りなき眼で真理を見出すのは、困難極まるようである。